はい、お待たせしました。今日はですね、明治手芸部第5回目の、活動になります。昨年の11月以来になりますけれども、今回はですね、ポシェット、こちらにある、今ね、ショルダーっぽくしてますけど、ポシェット作っていきますので、部員の皆様どうぞよろしくお願いします。明治手芸部って何っていう方も多分いらっしゃると思うので、少し説明をさせていただきますと、活動を開始したのがですね、何年だっけ、23年かな、23年の9月から、スタートしました。で、その元々の趣旨はですね、やっぱりハンドメイド好きな人が、なかなかやっぱ教室とかに行けなかったりとかして、あとやっぱりその時まだコロナがちょっと明けた頃だったのかな、やっぱりハンドメイドされる方同士の交流を深めたいなというのを、私は趣旨にしてこの明治手芸部っていうのを立ち上げたんですね。で実際に教室とか行くと仲良くなったりとかはできると思うんですけど、同じ趣味の方を、共有できると思うんですけれども、なかなかやっぱ遠くに出られないとか、やっぱお家で過ごさなきゃいけない方のために、こう手芸部をすることで、このオンライン上でやっぱりこうチャットとかでお名前見てると分かると思うんですけれども、いつもご参加いただいている方とかの交流が少しずつね、縮まっていくっていうか、こう交流がもっと深まって、どんどんこのオンラインの中でもちょっと知り合いになったりとか、会ったことなくっても、この人誰だっていうふうに分かるような感じの、ちょっとコミュニケーションの場所としてもいいかなと思って、立ち上げております。なので私は現役の講師として今も防具学園で教えてるんですけれども、このね、10種芸部はですね、教室とかレッスンとかっていうよりは、楽しくやりましょうっていうのを趣旨にしていますので、あんまりね、難しく考えず、あと楽しめるような、課題のこの作品とかも考えていますので、まだね、手芸部入ってなくってどういうのか分かんないっていう方は、今回のこのライブとかをご覧いただいて、どういう風な流れになってるのかなっていうのを見ていただいて決めていただくのもいいですし、もちろんお手持ちの生地でもできるように、キットの方は考えていますので、全く同じ生地じゃなくてもできるような材料の紹介とかもしていきますので、お気軽にコメントなど残していただいてご質問いただけたらと思います。で今メンバーシップをやっておりまして、コメント欄のところにグリーンの文字で書かれている方はメンバーの皆様になっていくんですけれども、今回はですね、午前中に裁断をしておりました。一緒にで裁断図っていうのをキットの中に含まれているんですけれども、今回からですね、この、普段オンライン講座をやってるんですけれども、オンライン講座と全く同じものを入れていただきました。こちらの裁断図とこちらの作り方のテキスト1枚になりますけれども、質問とか何か私が一言言った時に皆様が自分で書いて覚えていただくような感じになります。完全無料の、オンライン講座になりますので、私も気軽な気持ちでやりたいなって思うんですけれども、皆様が完成までいくように一緒にやっていけたらと思います。で、時間なんですけれども、今ですね、1時11分になるんですが、大体2時間以内であれば終わるかなっていうふうには思っていますので、早速進めていきたいと思います。では、このテキスト通りに進んでいきますよ。まずね、合い印をつけるというところから始めていきます。これショルダーなので何も合い印はいりません。これは2つ折りにして、ここの輪のところを横2ミリ、縦3ミリぐらいで斜めにカットします。そうするとこんな感じで V ができてきます。これをね、上下に入れていきます。はい、上下ですね。これも全部一緒です。同じようにやっていきましょう。で、合い印の入れ方、次ですね。2番いきます。これはね、2枚ずつ重ねてやりましょう。で、上下が皆さんもう決まってるかな。上下を分かるようにして上の部分ですね。で、さっきですね、裁断の時に印をつけたんですけど、右上に印をつけていますので、メンバー様はアーカイブ残ってますので後でご覧くださいね。で、右上に揃えたところで、今 V のところも揃えて、この中央のところ一回止めとくとズレがないかな。ちょっと一回テキスト無視してください。中央の印から5.5 センチに印をつけましょう。
そうするとですね、ここの部分の仕上がりのタックがこの幅11センチになります。そしたらその 5.5 センチのところからさらに5センチの線を引きます。合印ですね、合印。中央から 5.5 センチ、そしてですね 5.5 センチでさらに5センチだから、もう一個が中央から 10.5 センチ 10.5 センチずつというふうにちょっと修正、これ自分でちょっと修正しておいてください。そうしたらここを5ミリで切り込み入れます。はい、で切り込み入れたらですね、もう一つ表の生地も同じようにして印を入れていきます。全然予習もしなかった。いけない、それがいけないね。で5ミリの切り込みはこんな感じです。しっかりと深く入れておきます。4番は、タックを仮止め、もう早速ミシンやっていきますので、まず仮止めをするのに1回外して、まず、切り込みを入れた部分、最初の 5.5 センチの切り込みのところを、掴んで、もう1箇所の切り込みありますね。ここにこっちをちょっとキュッと山折りにするんですね。山折りにしたらこの離れたところにつけた合印にピタッと揃えます。そうするとこういう感じのタックができます。結構ね深めなタックになります。でここで1回止めます。そうするともうすでにこんな感じに。でこれをですね4箇所やっていきます。こちらも同じようにして作っていきましょう。ここの最初の 5.5 センチの印のところ、少しちょっと爪でぐして折り目つけておくといいかもしれない。やりやすくなります。ふわっとさせるよりは、そうやってやっといた方が良さそうです。で切り込みに合わせて留めます。はい、かわいいね。もうすでにかわいい。じゃあこれで終わったところでミシンやっていきます。そうしたらですね、それぞれを仮止めしていくんですけれども、縫うのはどこかっていうとこの部分ですね。端から5ミリのところをそれぞれ縫って留めていきます。で、仮止めなんですけれども返し縫いはしっかり入れていきます。今日お天気良くていいですね。なんか冬の間にやってた時はもう暗くなったりしてたから大変だったけど、でこれ一回一回ね切りますよ、糸。1枚終わりました。皆さん追いついてくださいね。4枚全部同じ作業をしていきます。家庭用ミシンは意外とね1センチ以上残るんですよね。下糸も上糸も自動糸切りで根元までしっかりと切っておきましょう。そしたらですね口布用意します。はい、口布用意して今度はですね何をするかっていうと、この柄の生地とこれをそれぞれですね、これとこれとこれみたいな感じで合わせていきます。はい、なのでこれをまた待ち針で留めていきます。はい、同じ作業を繰り返していきますのでまた一緒に進めてください。で口布の裏表を確認して中表にして、ここの V 最初につけた V の合印で留めていきます。で待ち針で留めましょう。これ全部一斉にやっちゃいます。で端も揃えて、まず中央を留めたら両端みたいな感じで留めてってください。余った生地でねさっきねシュシュ作ったんですよ。ほらすごい直前に終わったばっかりなんだけど5分ぐらい前に終わって、こんなバタバタしてましたけど結構可愛くて、こうやってつけてやろうかな。可愛くないですかこれ。ちょっと宣伝っぽくしよう。これも動画撮ってるので編集ちょっと頑張ります。最近ちょっと洋服、これもそうなんだけど洋服の
動画が2本上がってるので、ちょっと夏はやっぱね洋服作りたくなるんだよね、なんとなく気分的に。だからちょっと小物とかが出せなかったんですけど、でもまだ作りたい洋服あるんですけどね、本当はまだ形が決まってなくて。じゃあ、止まったところで、これもちょっとタックのところはですねしっかり待ち針止まってた方がいいので、ちょっと待ち針いっぱいになっちゃうんですけど、こんにちは。ミシンがけの待ち針の打ち方についてどんな方向で刺しますか？法則が知りたいです。法則っていうのは特にないんですけど、自分が抜きやすい方向を意識されるといいと思います。私ね、最初の頃はこうやって外側に留めてました。こういう風に。これ多分こういう方の方が多いと思います。これは何でかっていうとですね、型紙を当てて、布を裁断する時型紙当てると、こうやってやった時待ち針って外側に向けて刺すじゃないですか。その習慣が身についてるから、布でこうやって留める時もどうしてもこういう風になるんですよ。もう私はもう違和感になっちゃってますけども、何年ももう今の状態でやってるから。でも最初だけです、違和感のの玉をですね抜きやすいのは外側になるんですよ。だから縫いながらこうやって縫っていくので、縫った時にこうやって玉がヒューヒューって抜けるか、こっちで抜くかによって変わってくるので、左利きの方はこっちに玉があった方が楽な場合もありますので、なんか法則っていうよりは自分がやりやすい方法で選ばれるといいと思います。今度はそれぞれを1センチずつ縫っていくんですけれども、縫う面はですね、こちらのタックを下にしてしまうとどうしてもめくれてきちゃうので、こっちを見ながら縫った方が失敗が少ないと思います。なのでタックの面を見ながら縫いましょう。1センチ縫うのにちょっと分かりにくいわって時はマスキングテープをガイドにしましょう。このうさぎかわいいね。これミナペロホネンのマステなんですけど、かわいい。ミナペロホネンって布は高いけどマステはいつもと同じぐらいの価格なのでいいなと思って結構買っちゃう方です。では、1センチ先に針を下ろして、でマステのこの端、ちょっと見えにくいですけどね、画面から端とこの布の端を合わせるようにして縫っていきます。でこれ一気に、4箇所全部やっていきます。じゃあ皆さん頑張ってついてきてください。そしたらタックのところは返し縫いをします。で接着芯貼られてる方少しね縫いにくいかもしれないですけどね、ちょっと頑張って縫ってみてください。意外と縫わなくてもね、接着芯なくてもこのオックス自体は張りがあるので仕上がりは問題ないと思いますけど。はい、そしたら、この口布側に倒す縫い代はこういうことですね。こっち側に内側に倒すとこの表になる口布がちょっとふっくらするような感じになります。なのでこういう風にして倒していきます。なので表にして縫い代をこうやって平らにした状態でグッと布をめくります。そうすると自然に口布側の方に縫い代が倒れていきますので、この状態でアイロンをかけます。でこれも4箇所同じようにしてアイロンかけてください。この部分だけだったらコロコロでもいいんだけど、どっちみちショルダーをやりますのでアイロンでやっちゃった方がいいですね。でこれも同じですね。ここに平らにしておいたらそのままめくるでやるとこう口布がちょっとふっくらしたような感じになります。でこんな感じで今アイロンね終わったところですね、しっかり倒しておくと裏面はこんな感じになります。そしたらショルダーを四つ折りにしていきます。これはね普段持ち手をやる時と同じやり方ですね。で耳の部分もそのまま残してありますけれども、ショルダーの長さは自分で調整するようになりますので、1回は一番長い状態で作っておきましょう。あと縛って自分で調整することも
もできるので、今回はこのままやっていきますけれども、そしたら一回こう広げます。広げたらこの折り目ついてますよね。この折り目に合わせて布の端をこうやってって合わせて折っていきます。はい、じゃあここもぐっとやっちゃいましょう。距離長いですけどね。で4つ折りにしたらこう2つ折り、さらに2つ折りにしてまたさらに折り目をつけていきます。オックスはねもう4つ折りにしちゃうと結構厚みが出て待ち針刺しにくくなるのでクリップ留めておきます。いつも動画でも紹介すること多いんですけれども、裁ち目かがり押さえ、こちらを使っていきます。これもしある方はちょっと使ってみてください。ちょっとこういうエッジがついているので際とかを縫う時にすごく便利になります。はい、じゃあこちらを使っていきます。綺麗な縫い目になるように 3.0 がいいですね。はい、口布側に際を縫っていきます。そしたら返し縫いからスタートしていきます。結構ねガタガタ言いますね、厚みがあるから。こんな感じですね。綺麗に縫えたところ、そっちは見えてたと思うんですけど、こんな感じですね。これを4箇所繰り返していきます。じゃあ最後返しですね。はい、そうしたらショルダーもですね同じですね。このエッジの端に合わせて1回で縫っていきます。1回で U ターンしていくような感じですね。はい、ではちょっと前に進んで返し目ですね。これも縫い目の長さは 3.0 のままです。はい、ちょっと縫い始め縫いにくい、ちょっと込み入ったけど、まあ、大丈夫かな。はい、じゃあそろそろね縫い終わりのところに来たので、目打ちでこの端のところをしっかり押さえながら縫っていきます。で5ミリほど手前で針止めます。はい、そしたら1回押さえ上げて、ここで1回5ミリほどですね手前のところから U ターンしていきます。すごいねブスブスって言ってますね。はい、でこう上げてまた下ろして、今度は端のところを揃えていきます。でここからはもう縫い合わせをしてあるので、指をですねしっかりとこうやって固定して、そのままこの指がガイドになるようにしてずっと縫っていきます。では一気にいきますね。こんな感じでやるとこうやってやるとね一気に綺麗に揃って縫うことができますのでね、はい、指を固定してちゃんとガイドにするっていうことちょっと心がけてやってみてください。タブをつけちゃいましょう、忘れちゃうから。で前後皆さんある場合は、私はどっちでも大丈夫なんで前後ないんですけれども、この前後がある場合は右側に脇タブをつけるというふうに覚えておいてください。で、この柄、このポツポツってなってる柄を重ねます。で重ねたら、重ねる位置はですね、この縫い代との段差のところですね、縫い代の段差のところに重ねてこうミシンで縫っていきます。
これ出来上がったのはこういう感じですね。縫い代のところずらしておきますよ。はい、でこの同じ生地同士を重ねていきます。そしたらこれを重ねます。で今度脇のところですね、合わせにくくなりますね。同じ厚みが重なりますので、ちょっと気をつけながら進めていきましょう。そしたらですね、この縫い合わせのところの下のところに待ち針をちょっと刺します。こうやって境目のところに刺します。境目のところ刺したら反対側も境目のところ刺しましょう。でピタッと止めておきます。これをね4箇所同じようにしてやっておきます。そうすると意外と縫いずれが防げますので、こんな感じでまず4箇所ですね。ここの縫い合わせのところ大事になりますので、ここの部分を留めたらそこを留めていきましょう。もうあと一気に仕上げていきます。そこは中央の合い印ついてますので、中央の合い印と両脇しっかり留めてから間を留めていくようになります。ちなみにね、今回の手芸部の部員数なんですけども、最初に言えばよかったと思って朝報告を受けたところですね、270名になってました。本当たくさんのね、やる気満々の方ありがとうございます。ということで、もう毎回部員数が変わりますので、今後はなのでちょっとモチベーション上がるような作品を考えつつですね、頑張っていきたいと思いますので、ご継続いただけるように頑張ります。で次どうすんのって感じだけどね、春から来年は春ちょっと旅行、世界一周をする予定なので、それまでにやるかその後にやるかはまだ考え中です。でも今8月でしょ、また半年以上空いちゃいますね。はい、そしたら今度は返し口をこの脇に残すんですけれども、返し口分かりにくくならないようにこのタブをつけた同じ辺で返し口を作りましょう。これは表に返していくとこなんで8センチぐらいですね、印をつけていきます。だいたいそこから5センチぐらいのところにまず印をつけて、そこから5センチのところからさらに8センチの印をつけます。このぐらい間が空いてれば、縫いやすいかなと思いますので、ここをバッテンで書いておきます。そしたらこの部分待ち針で留めて、ずれないように留めておきます。はい、そしたらもうぐるっと一周縫っていくだけです。はい、縫っていくんですけど、この脇がねちょっとくせ者なので、少し気をつけながらぐるっと縫っていこうと思います。分けて縫おうと思ったんですけど、ちょっと時間的には分けずに一気に縫っちゃった方が良さそうなので、そのまま縫っていこうと思います。一気にやっていきましょう。縫い目の長さはですね 3.0 にします。で押さえはまた普通に戻して、でマスキングテープね、また同じように1センチのところに引いておきましょう。じゃあ返し口のところから縫っていきます。ちょっと本当は分けたいけどね、ちょっと一発でできるように頑張ります、私も。そしたら3目進んで3目下がる。はい、で縫っていきます。はい、じゃあ最初の縫い合わせのところが来ました。ちょっとギリギリまで縫っていきます。針踏まないように気をつけながら、ここで1回押さえ上げて待ち針外します。でここでちゃんと合ってるかなっていうのを確認します。待ち針最初に刺す時に気をつけてるんで大丈夫だと思うんですけど、で縫ったら返し縫いします。はい、じゃあそのまままっすぐ縫っていきましょう。じゃあこのタブのところも返し縫いします。はい、じゃあまた次の待ち針のところ、ギリギリの際のところまで縫います。ちょっと怖いから回して、で押さえ上げて待ち針外す。多分大丈夫だと思うけど、はい、そしたらそのまま下縫っていきます。で
センチ手前で曲がります。じゃあここで押さえを上げて、で押さえ下げて続きを縫っていきます。はい、そしたら反対側のこの角のところも1センチほど手前で針止めます。はい、じゃあこれでやります。また難関が、近づいてまいりました。難所がちょっとこれまでのやつが合ってるかな。あ、大丈夫だよ。ほらやっぱり待ち針をしっかり刺せば大丈夫なんで、皆さんも自信持って縫ってみてください。もうギリギリまで際まで攻めます。針は踏まないように、そうで押さえ上げて、待ち針ね、ミシンで縫っても大丈夫な待ち針ってあるんですけど、でもやっぱりね、私はそれでもちょっとやめた方がいいなって思ってるんで、ギリギリ際で止まってます。はい、でここで1回返しですね。最後の難関です。この合わせどうだろう。もう一発勝負ですね、これは。こうやってね、一生懸命縫ってると返し口縫っちゃうんですよ、間違えて。なのでできるだけ最初に返し口作っておくことをおすすめしております。だいたい私もそうですけど縫っちゃうことが多いですね。はい、はい、最後の一辺に参りました。これでちょっとリラックスして縫っていきます。でまた1センチ手前で針を止めます。ちょっと行き過ぎちゃった。行き過ぎちゃったって時は一回針を上下ボタンで上に上げて、でちょっと布をずらして調整するんですよね。で針を下げる。でこういうふうにやってちょっと前に進んだら一回返し縫いしておくといいです。それで調整すると綺麗にまた元の位置に戻れますので、はい、これまた勢いづいてやってると返し口閉じちゃうので気をつけないと。でここで返し口ですね。もう自然に消えるペンの跡が見えなくなっちゃって、返し口のところを縫い残したところです。見えてるかな。内側はいいけどね、表はやっぱり綺麗に揃ってる方がいいですね。ほらまあまあ綺麗じゃないですか。大丈夫ですね。このぐらいだったらもう全然綺麗に決まってる方です。ここで結構ずれると何度も何度もやり直してはーってなっちゃうんだけど、最初に待ち針止める時に意識して止めて縫う時も直前まで外さないっていう風にやればうまくいくと思いますので、なんか綺麗にいってよかった。ちょっとぶっつけ本番だからね、ぶっつけ本番でうまくいってよかったです。はい、じゃあ、返し口から表にしていきますので、余分な糸ある場合はここでしっかりと切っておきます。で返し口から表にする時角を出すんですけど、角はね表側だけ角をきれいに出しておきます。角はいつもやるんですけど、この角のところまずミシン目に沿って2つ折りにします。ミシン目に沿って2つ折りにしたらもう一回反対側の方もミシン目に沿って2つ折りにします。そうするとこんな感じのもうすでに綺麗な角ができてきます。こんな風に。でこれで一回ちょっと内側に入れて、この時点で目打ちで少し押しておくんですよ。そうするともう角きれいに出てますから。で反対側も同じようにして角出しておきます。内布はやらなくていいです。外布の方だけこういう風にして2つ折りにして内側に入れておきます。これやると全然楽ちんですかね。はい、でこういう風にやっておきます。それからですね、ちょっと後でやるとややこしくなっちゃうんですけど、この縫い合わせの部分、ここの縫い代もしっかりと
開いておきます。ここはしっかりね倒しておいた方がいいです。この後ピタッとくっつくようになりますんで、この縫い代同士が、だからしっかり開いておく方がいいです。で反対も同じですね。他のところを折らないようにね、ここの縫い代だけしっかり倒しておきましょう。反対も両方倒してから、ここからやっといよいよですね、表に返すような感じです。じゃあ表返していきましょう。もう形が見えましたね。ほらすんごい綺麗でしょ。角がこんな綺麗に出てくるんですよ。もう最初にやってあるだけで、もうあとゴワゴワやらなくていいんですよ。ね、かわいいね。これもこんな風にして合わせたら、この後ここの口布周りをやりますので、ここの脇のここの部分を見えないんですけれども揃えていきます。ここのところ揃えて、さっきやったように待ち針でこの布目の境のところを刺して、反対側も布目のところを刺してっていう感じで、こんな感じで留めておきます。で縫い代開いてあるので、ここのところはゴワゴワしてないと思います。ここはクリップで留めておきましょう。で反対も同じですね。縫い代しっかり開いてあれば大丈夫なはず。でここタブがついてるからね、ちょっとタブがついてると少し戻っちゃうんですね、縫い代が。その場合は一回返し口から開いて、もう一回こういう風に開いてパタンとしておきます。これをやるとね、縫いやすくなって仕上がりも綺麗になってきますんで。下のところはね、浮いててもいいんですけど、縫わないから、上のところはしっかりと止まってる方がいいですね。はい、そしたらここの部分、口の周りのところを縫っていきますので、ここでしっかりとまたコロコロオープナーで折り目をつけておきます。そうしたらですね、先ほどと同じように立ち目かがり押さえを使って際を縫っていきます。これあると万能ですからね。で縫い目の長さは 3.0 にしておきましょう。いつもとちょっと違う場所ですね。縫い始めはこの脇から1センチもないけどね、5ミリぐらい離れたところから縫い始めていきます。仕上げにですね、このショルダーでここバッテンって縫っていくんですよ。その時に同時に最初の縫い目とかが隠れるようになりますので、この脇にしちゃうとここで縫い合わせの縫い目がちょっと目立っちゃいますので、ここで分からなくなるような感じで縫っていきます。じゃあこれも返し縫いしないでぐーっと縫っていきましょう。ちょっと口がね狭くなってますので、縫い込まないように皆さん気をつけてくださいね。私が使ってるミシンは 3.0 とかできないんですが、そのままでいいのでしょうか。 3.0 じゃなかったら少し普段の縫い目よりミシン目の縫い目の長さが少し幅が広くなる方がいいです。3.0 ってぴったりじゃなくてもいいので、普段の縫い目よりはちょっと縫い目の長さが長くなるようにちょっと設定をしてみてください。多分全く動かせないってことはないと思うんですけれども、いかがでしょう。もし動かせなかったらもうそのままでも大丈夫です。はい、そしたら最初の縫い目のところに来たところで最初の糸を切ります。で縫い目を重ねて糸切ります。でここはね返し縫い特にしなくて大丈夫。縫い目を重ねてで糸切ります。そうすると仕上がりはこんな感じですね。ちょっとね返し口ちょっと先に閉じておきましょうか。ここがね狭くなるんですよ、この後ショルダーつけることで。なので返し口を先に閉じましょう。はい、で一回ちょっと返し口引っ張り出して、でオックスなので、手縫いでやればもちろん綺麗なんでしょうけれども、今回はミシンで仕上げていきます。このまま1センチここで返し口の開き口のところと終わりのところに待ち針を止めて、真ん中って止めたら、この開き口のところの
最初と最後、縫い終わりと縫い始めと縫い終わりのところは5ミリずつ余分に縫うようにしてみてください。そうすると綺麗に仕上がってきます。ぴったりでやるとほつれてきちゃう場合があるので、5ミリずつ余分に縫っていきます。で5ミリほど手前のところに針を刺して押さえを下げます。そしたら3目進んで3目下がる。123でまた前に進んでいきます。でこれは際を縫っていくような感じです。はい、じゃあショルダーをですね縫い付けていくんですけれども、ショルダーを縫う時に気をつけてほしいのが、この縫い合わせのところが外側に来るように、こっち側に来るようにして合わせていきます。でここはもう2つ折りにしていきますので、2つにして折ってピタッとギュッと折っておきます。ちょうどこの縫い代があると思って、こうやって手で触るとちょっと膨らみがあると思います。縫い代のその縫い代の膨らみのところまでピタッと揃えるような感じですね、イメージとしては。でこの状態でパタンと挟みます。その時にこの縫い合わせが外側になっているようにしてください。でクリップで留めます。で今度反対側はこの紐がねじらないようにしっかり気をつけながら、反対側も同じようにして、まず1回この縫い代のところでピタッと揃えます。ピタッと揃えたらこう2つ折りにしてギュッと留めていきます。ちょっとねここ針ね厚みが出ますので、もし11番で縫ってる方はですね14番に針変えて進めてくださいね。はい、でこの状態にして縫っていくんですけれども、今ちょっと線を描きたいなと思います。で縫うのは表面から縫いましょう。縫い目の長さが 3.0 なんで3の倍数でやっていくと綺麗に折り返していけると思います。ちょっとこれ邪魔ね。でこれちょっと線を描いておいて、あんまりね下すぎるとここに縫い代が5わってあるので、ちょっともしかしたらもう少し上からやるかもしれないんですけど、縫いながらちょっと決めていきたいなと思うんですが、あ、そうだ、思い出した。これ作った時にやってたのがですね、このショルダーのこの端っこが今ね見本だとこうやって見えてるんですけど、これがね見えない方が綺麗かなとは思ったんですよね。ただそうするともっとこの間口が狭くなっちゃうんですけど、ちょっとそれでやってみようと思います。狭くはなるけどこの端っこのショルダーが見えないようにちょっと縫って仕上げていこうと思います。はい、ちょっとこれで皆さん止めた後ですね、ねじれてないか必ず確認してくださいね。こんにちは。なぜショルダーの縫い合わせを外側にするのでしょうか。私はいつもバッグを作るとき内側にいたのですが、これはね好みの問題です。結構これもね質問いただくんですけれども、好みの問題で内側にしてもどちらでも大丈夫です。これは自分の体に当たる方、これは、ショウとですね当たる方が縫い目の継ぎ目ではないですよね。外側にすることで外側は体の外側に来て、ショート期ちょっとイメージしてもらうと分かると思うんですけど、斜めになって体に当たる方は継ぎ目がない方になるんですよ。肩のこの辺りに当たる方は継ぎ目の方になります。あとですね、例えばこういうショルダーとかにアクセントとかつけたい場合、こういう脇タブみたいにつけたい場合、ここに継ぎ目っていうかこの縫い合わせがあることでアクセントとしてタブをここにつけることができるんですよ。これを内側にしてしまうと自分の体側にタブがつくことになるので、そういう意味でも私は普段、持ち手を作る時縫い合わせを外側にするようにしています。なので例えばトートバッグとか持つ時とかも持って手に触れる部分がもうこの何も継ぎ目がない部分っていう風な感じですね。はい、だから使う時イメージして作られるといいと思います。だから
決まってるとかいうわけじゃなくて好みの問題になりますので、はい、そんな感じです。はい、ありがとうございます。結構いいご質問ですね。もう結構シンプルに皆さんが思う質問だと疑問だと思います。私もそうだったんで同じです。なんかやっぱり使う時イメージされるのがいいですよね。バッグとかってやっぱり実際に自分が使うものなので、そうやって意識して作ると変わってきます。私もそうやって変わってきました。そうしたら、押さえを変えて縫い目の長さを 3.0 にしました。で、さっき縫ったところの持ち手のショルダーの、できるだけ縫えるところから端ですね。で、口の周囲を縫ったこの最後に縫った部分に縫い目を重ねていきます。最初に。だからここ結構厚み出ますからね、皆さん頑張ってくださいね。で、ショルダーが終わるところまで針進めます。返し縫いしません。結構厚い。意外と大丈夫ですね。はい、でガタンと落ちるところまで縫いました。で押さえを上げて、で今度縦に行きます。なんか自然に消えるペンさ、なんか消えちゃったんだけども、全部どうしよう、これ噛んでいくしかないか。はい、そうしたら、縫えるところまでまたまっすぐ前に進んでいきます。ひどい、このペン早い、この生地に関しては。8目ぐらいいきましたね。でここで一回押さえ上げて、ここにしよう。ちょっとやっぱ職業用で作るのと感覚が違うので少し手前にしました。で最初の糸切っておきます。でまた、横に縫っていきます。一回ね、最初に真四角を縫っちゃうような感じです。はい、で四角く全部縫います。で押さえ下げて、これ大丈夫かな、すごい厚いんだけど。はい、はい、で最初のところに今ね戻ってきたところです。そうしたら押さえを上げて、今度斜めに対角の角のところを縫っていきます。見えないね全然皆さんこれ。はい、で斜めに今対角で縫ったところで押さえを上げたら、またちょっと布を回転させてですね、最初に四角く縫った一番底辺になるところを今まっすぐ縫っていくところです。ここをね二重縫いするんです。横の線だけ二重縫いするっていう風にイメージしてください。ここかな。で角のところまで来てまた押さえ上げます。そしたら今度は反対側の斜めの対角を縫っていきます。はい、で角まで来たところで押さえを上げて、はい、で最後に一番最初に縫い始めたところのまっすぐな線を重ねて縫っていきます。だから上だけ3回ぐらい縫うことになるのかな。で返し縫いします。3回はないか。でそうするとこういう感じの仕上がりになります。で今、説明しながら縫っちゃったんですけど、縫い方としてはまず横に1回縫います。1回縫って下に下がって横に行って上に上がります。で上に行ってここに来たら対角の反対側のこの角に行きます。で角に行ったら横に重ねて縫います。ここのミシン目でここまで来たら今度対角のここまで来て、で最後にここの縫い目を重ねて返し縫いというような感じの仕上がりです。はい、じゃあ、ラストですね、縫っていきます。でこれも最初の、入れ口を縫った時と同じ際のところステッチ重ねていきます。はい、じゃあこれで、はい、
ということでいかがだったでしょうか。でこれでさっき、説明したようにこの見本はこれちょっと細い感じでバッテンにしてるので、ここの脇のところがちょっとちらっとこう見えるんですよ、挟んでるところが。なんだけど今やったやつはこの出来上がり出来上がりました。よかった。でこの部分見えないじゃないですか。なんかこっちの方が綺麗かなって思うんですけど、どうでしょう。ただ入れ口はその分若干狭くはなるけど、多分5ミリぐらいしか変わらないと思うので、そんなには変わんないし、あと仕上がりやっぱり綺麗なのでこっちの方が良さそうですね。ちょっとはみ出て見えちゃったりとかはしてますけど、なんかちょっとそういうのを意識して仕上げてみてください。はい、できました。嬉しいで、ありがとうございます。よかった、この時間内にできてありがとうございます。ということで完成。良くないですか？これかわいいよね。この柄も可愛かったけど、これもいいね。なんと出来上がりました。少し雑になってしまったので復習します。本当？でも嬉しいよね。こうなんかさっきまで生地だったのが朝から今日やってますからね。さっきまで布1枚2枚だったのがもうね、こういう風に形になるといいね。やっぱこう一緒に作るって楽しい。本当皆さんありがとうございます。いやーよかった、無事できて。今日は優秀じゃないですか、久しぶりにしては。やっぱり最後私読むの忘れちゃったけど、これあるといいですね。やっぱりなんか前回ちょっと流れを記憶だけでやっちゃったのがいけなかったなと思うんだけど、祭壇から間違えちゃったからね。はい。なので、そうね、表にし入れ口を縫う、お持ち手を挟んでバッテンに縫うしか書いてないけど、返し口を閉じて完成。これはなので10番がちょっと先に来たような感じ。明治手芸部のキットに入ってるものなんで、これちょっと配布するのはまずいか。なので、皆様ちょっと動画上になりますけれども、ちょっと変えて、これですね、10番が9番の上になっているのが返し口を先にやりました。はい、黄緑さん完成しました。ありがとうございました。あ、よかった。エイヤさん、長い時間本当にお疲れ様でした。いや、皆さんもですよ。もう本当に朝からずっとご参加いただきありがとうございます。私は全く追いついてません。これから頑張ります。ぜひ頑張ってください。意外と黙々やってたから、多分動画見ながらでも、まだリアルタイムな気分で見れると思いますので、ね、もう余計な雑談もせず、頑張りました、私今日。すごいね。できたじゃないですか。しかも2時間でしょ？意外とできるもんですね。もうこんな感じで、今日なんか手作り三昧みたい。スカートも今日マリメッコ履いてるんですよ。かわいいでしょ。で、この間作ったトップスなんですけど、ここのところで合わせて、薄いけどね、かわいいね。で、長さそのままにしましたので、皆さん長い場合は、ちょっとここ縛ったりして調整してください。最初に調整すると何がダメかっていうと、ここに縫い込む分があるんですよ。だいたい6センチぐらいか合わせて。だからあんまりちょっとぴったりに合わせちゃうと後で今度短くなりすぎちゃったってことになるので、はい、持ち布で挑戦したいと思ってます。ぜひぜひ、持ち布の場合は30センチの横幅で、接着芯とか貼らない方がいいので、表はシーチングで内側はオックスとかちょっと厚手のものでやってみてください。初めての参加ですが楽しかったです。初めてありがとうございます。祭壇はアーカイブで途中から予習としてメモしながら見てました。なるほど。後でシュッシュ作ります。シュッシュも可愛いでしょ？これメンバー様にはライブワークショップみたいな感じでこうバタバタ喋りながらやってましたけれども、だいたい30分ぐらいかな、実際。ギリギリまでやってたけど、できましたので。で、これは、これもそうですけど、動画を撮ってますので、別個で、2本立てで紹介できるかなと思います。意外と大丈夫。私、身長160センチなんですけど、今何にもやってなくてもこのぐらいぴったりなので、そのままなんか出かけられそ
かわいい。なんか夏祭りとかね、いいよね、こういうのあると。で、あとお子様とかに持たせてあげてもいいし、あとは、一本のもっと短くしちゃって、持ち手自体も短くして、トートバッグみたいに、こうやってトートバッグにしても、長さをアレンジして、トートバッグにしても良さそうですよね。なんか、いろいろちょっと使い勝手を見つけてですね、作ってみてください。なんかしばらくね、前回も話したんですけど、毎回言ってるね、多分。世界一周に行く話。もうなんか考えてるだけでもう緊張してドキドキが止まらないんですけど、私南米に行くんですよ。で、南米ってやっぱり皆さんが分かる、本当に物騒だし、強盗にも合うし、なんか略奪されるとかね、スマホ持ってると取られるとか、そういう悪い噂しか聞かなくて、あと動画も結構そういうふうに被害に遭ったっていう方の動画ばっかり見てるんで、本当に緊張してもう予定を立ててる段階からドキドキしてるんだけど、でもやっぱり行ってみたいっていう好奇心の方が強くて、それで今日程をね、またさらに伸ばそう、南米の滞在期間を伸ばそうっていうふうに思っていて、だから10日間とか11日間だったのが14日間ぐらいにしようと思ってるんですよ。そうなので、南米行かれたことのある方の情報を常にお待ちしてますので、この後行こうかなと思ってる人もぜひお待ちしてます。行きたいなと思ってる人いないですか？いろいろ調べるとさ、そのブラジルもさ、こうやってキリストがこうやって立ってるやつとかね、みんな見に行ってるんだけど、コルコバードの丘だったっけ？あとコパカバーナビーチとかね、ちょっと行ってみたいですね。うん。あとマチュピチュとかウユニ塩湖も行こうと思っていて、あとずっと行ってみたかったところがあって、コロンビアなんですけど、コロンビアっていうとコーヒーとかで有名なところ、国なんですけどね、コロンビアコーヒーで。じゃあぜひね、早速使ってみてください。生地変えて作るとまた可愛いと思います。あと、手芸部なんですけれども、引き続きですね、今回の、手芸部5は、引き続き募集をしているそうです。募集っていうか、キットが買えるような感じになりますので、最初に届いた生地と違うものが欲しい場合は、備考欄とかに書いていただければ、MC スクエアさんの方が多分、ちょっとこう違うものにっていう感じにしてくれると思いますので、生地の在庫がある限りやってくださるそうです。なので、もし気が向いたら、キットの方注文してみてください。ということで、最後、今回、ネイジ手芸部の部員数なんですけれども、約270名の方が、部員になってくださいました。本当にありがとうございました。毎回ね、部員数変わると思いますけれども、次回もまた発表できるように頑張って続けていきたいと思いますので、次回いつになるか分かりませんけれども、また気まぐれで1ヶ月ぐらい前にたたってやるかもっていう風になるかもしれないですけど、よかったらお付き合いください。では、長時間ありがとうございました。ゆっくり作っていきます。ミシンの調子が悪いことがショックですが、そうだったんだ。ミシン調子悪かったんだ。それちょっとショックですね。はい。ちょっと声かけてあげるっていうかもね、ミシンに頑張ってって。じゃあ、はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。失礼します。